今日は丸ごと玉ねぎスープを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、丸ごと玉ねぎスープを作っていきたいと思います。こちらですね、名前の通り玉ねぎを丸ごと煮た旨味たっぷりなスープに仕上げていきます。作り方はもう玉ねぎをスープの中に入れて煮込むだけなのですごく簡単です。作り方にね、ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。玉ねぎ、じゃがいも、人参、ソーセージ、料理酒、お水、にんにく、ローリエ、顆粒コンソメ、蜂蜜、塩、胡椒、オリーブオイル。今回はこちらの材料を使って作っていきます。まずですね、玉ねぎなんですが、今回丸ごとということで中くらいの玉ねぎを3つ使っていきます。こちら小さめのサイズでも OK です。大きすぎるとね、なかなか柔らかくなりにくいので、小さめかあるいは中くらいの玉ねぎがおすすめです。そして今回玉ねぎの他にじゃがいも、人参、あとはソーセージを入れていきます。じゃがいもは煮崩れしにくいメークインがおすすめです。そしてソーセージに関しましては、こちらは厚切りベーコンなどで代用していただいても OK です。あとはね、味付けのポイントは蜂蜜です。蜂蜜のコクが加わることでとても味わい深い美味しいスープに仕上がります。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速ね、作っていきたいと思います。まず玉ねぎですね。こちら皮を剥きましょう。先端をまずね、切り落とします。この時ね、玉ねぎが転がりやすいので手を怪我しないようにだけ注意してください。では切っていきます。あとはね、玉ねぎの皮を普通にね、剥いてください。はい。でね、こちらの玉ねぎの皮もですね、途中までね、一緒に煮込んでいくので、こちらもね、このまま取っておいてください。玉ねぎの皮をね、一緒に煮込むとすごく栄養価の高いスープになりますので、こちらも一緒に活用していきたいと思います。そしたらですね、この根元の部分を薄く切ります。はい、このぐらいですね。根元は切ってください。そしてここからがポイントですね。この根っこの部分ですね。こちらが頭の部分で、こっちが根元部分なんですが、根元部分に切れ込みを入れていきます。そうすることで火の通りが良くなります。このように、だいたい3分の1ぐらいまで切れ込みを入れてください。またね、十字に切れ込みを入れます。はい、こんな感じです。玉ねぎの後ろのお尻の方ですね。このように切れ込みを入れてください。それではね、残りも同じようにやっていきます。はい、そしてまたこちらも根元を薄く切り落とします。そして十字に切れ込みを入れましょう。ではもう一個ですね。はい、そしてこちらも薄く切って、そして切れ込みを入れます。はい、玉ねぎはね、このように準備しておいてください。では続いてこの玉ねぎの皮ですね。こちらは一度ね、水洗いしてください。はい、で水洗いしたらこちら調理糸を用意してください。そしてこのね、皮を一度ね、まとめます。まとめたらこれをね、調理糸でぐるぐるっと巻きます。はい、そして縛りましょう。はい、OK です。玉ねぎの皮はこのように洗ってからね、縛ってください。それでは続いてじゃがいもですね。こちら皮を剥きましょう。芽がある場合はね、必ず取り除いてください。もう一個もね、同じように剥いていきます。このように皮を剥いたら、あとはね、食べやすい大きさに切ってください。だいたい同じぐらいのね、大きさにしていただくといいかなと思います。はい、そしたらですね、じゃがいもはボウルにお水を張って、そしてここに浸しておきます。こちらはね、使うまで水に浸しておいてください。じゃがいもの準備はこれで OK です。それでは続いて人参です。まずね、皮を剥きましょう。そして人参はね、ヘタを切り落とします。そして根元を切り落としてください。乱切りにしましょう。はい、人参はこれで OK です。では続いてニンニクですね。ニンニクはまず半分に切ってください。そしてニンニクの芽を取り除きます。こちらはえぐみの原因になるので必ず取り除いてください。
はい、そしたらニンニクはねこのまま使っていきます。きちんとね芽だけは取り除いてください。それでは続いてソーセージですね。こちら半分に切ります。ソーセージはこれで OK です。ソーセージはねそのまま入れていただいてもいいんですが、このように半分に切るとねソーセージの旨味も出やすいので半分に切ってます。こちらはお好みでやってみてください。それではお鍋を用意してください。この中にまずオリーブオイルを入れます。そして火にかけましょう。火にかけてニンニクを入れます。このままですねニンニクがじゅわじゅわっとして香りが出てくるまで一度中火で加熱してください。はい、でこのようにねじゅわじゅわっとしてニンニクの香りが出てきたら、続いてここに人参を入れます。あとねちょっと塩一つまみぐらい振ってください。そして人参をねだいたい1分半から2分ぐらいですね炒めてください。この後ね玉ねぎを長時間煮込んでいくんですが、その時に同じ時間だけねじゃがいもを煮込んでしまうとかなり煮崩れしてしまいます。ソーセージに関しましても長時間煮込みすぎるとソーセージの旨味はたくさん出るんですが、ソーセージ自体の味がスカスカになってしまいますので、こちらの2つの食材は後から入れていきます。はい、 OK です。人参の縁の部分からねちょっと火が通ってきたら OK です。そしたら一旦火を止めてください。そしてここに玉ねぎを入れていきます。玉ねぎなんですが切れ込みを入れた方を下にして置いていきます。そしてここに料理酒、鍋が熱いとね跳ねてくるのでやけどしないように注意してください。続いてお水、あとはローリエを入れてください。そしてあとはですね玉ねぎの皮もね入れてください。そしたら火にかけます。火加減は中火です。このままね一度沸騰させてください。はい、沸騰しました。沸騰したらね火加減弱火からごく弱火ぐらいです。優しくクツクツするぐらいをキープしてください。そしてここに落とし蓋をします。落とし蓋がない時はアルミホイルをかぶせてください。そして蓋をします。そして蓋をしたらこのまま1時間じっくり煮込んでください。はい、今ね1時間じっくり煮込みました。蓋を開けます。そして一旦ね落とし蓋も取ってください。今このようにね玉ねぎにも火が通ってすごく美味しそうな仕上がりになってます。これをですねもうちょっとだけ煮込んでいきます。そしたらですねまずこちら入れておいた玉ねぎの皮、こちらはねもう取り出しちゃって OK です。そしてここに先ほどね水に浸しておいたじゃがいもを入れます。そしてあとはここにコンソメ、そして蜂蜜、あとはね胡椒を少し入れます。軽く混ぜましょう。そしてあとごめんなさい、じゃがいもと一緒にソーセージも一緒に入れてください。はい、 OK です。そしたらねまたここに落とし蓋をします。それではですね今度は蓋をして弱火で20分煮込んでいきます。はい、蓋を開けます。そして落とし蓋も取ってください。スープはねこのようにとても美味しそうに仕上がってます。玉ねぎもねトロトロに仕上がってます。あとはね味見をしてお好みで味の濃さは調整してください。すっごく美味しそうですね。これで完成です。はい、これで丸ごと玉ねぎスープの完成です。こんな感じに仕上がりました。最後はねこちら分量外ですがトッピングでパセリを散らしてます。こちらはねお好みでやってみてください。玉ねぎはねこのようにとてもトロトロに仕上がってます。ではね崩してみたいと思います。はい、玉ねぎはねフォークがもうスーッと入るぐらいとても柔らかい仕上がりになってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。もうスプーンでもね玉ねぎがスッと切れるぐらいすごく柔らかいです。美味しそう。では玉ねぎからいただきたいと思います。いただきます。もうね玉ねぎがトロトロですごく甘いです。ではスープもいただきたいと思います。いただきます。美味しい。もう旨味たっぷりですね。ちょうどねソーセージの旨味も出ててすごく美味しいです。はい、ということ
ことで今日も美味しく仕上がりました。今回の丸ごと玉ねぎスープのポイントです。まず玉ねぎなんですが、こちらは皮を剥いたらまず芯の部分に切れ込みを入れてください。そうすることで火の通りが良くなります。そして一緒に入れるニンニクなんですが、こちらのニンニクに関しましては必ずね、芽は取り除くようにしてください。こちらをそのままやってしまうとえぐみの原因になりますので注意していただけたらと思います。そして今回はですね、玉ねぎの皮も一緒に煮込みました。そうすることで栄養価もアップして、さらに旨味もアップして、とても美味しいスープに仕上がります。この皮に関しましては一度水洗いしてからね、使うようにしてください。玉ねぎのね、皮の栄養価についてなんですけれども、例えばね、コレステロールの低下だったり、あとはむくみやね、冷え性の改善にも効果があると言われていますので、ぜひこちらもね、余すことなく使ってみてください。そしてまずはじめにオリーブオイルとニンニクを加えて、ニンニクの香りが出てきたら人参をさっと炒めてください。そしてその後ですね、玉ねぎを入れるんですが、玉ねぎは切れ込みを入れた部分を下にして入れるようにしてください。そしてその後料理酒とお水を加えて1時間じっくり煮込んでください。そうすることで玉ねぎがトロットロで柔らかくなります。じゃがいもとソーセージに関しましては、玉ねぎ人参と一緒に煮込んでしまうとじゃがいもが煮崩れしてしまいます。ソーセージに関しましては旨味はね、たっぷり出るんですが、その分ですね、ソーセージ自体の味わいがスカスカになってしまいますので、じゃがいもとソーセージに関しましては1時間茹でた後に加えるようにしてください。あとはですね、20分ほどじっくり煮込んでください。味付けに関しましては蜂蜜を加えることで味わいに深みが出て美味しい仕上がりになります。もし蜂蜜がね、ダメな場合はこちらはお砂糖で代用してください。その場合は同量で OK です。あとは味見をしてお好みでね、味の濃さは調整してみてください。玉ねぎの皮に関しましてはね、あんまりね、やりすぎるとちょっと渋みも出てきますので、途中でね、取り出していただけたらと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は丸ごと玉ねぎスープを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。